皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は水属性最強キャラトップ5を解説していきますよ。東方ではパチュリーの魔法の属性のように御用要素が含まれていて、今回は水属性なのか。水を使った最強の能力やスペカに注目ですよ。それでは早速授業開始です。では、水属性最強キャラランキング第5位は川代に鳥です。川代に鳥は妖怪の山に住むカッパ。初登場は東方風神録のステージ3道中です。中ボスとして戦うのかと思いきや、こちらが人間だとわかると逃げ出してしまう。そんな臆病さも垣間見えますよ。ニトリのゲゲ、人間は有名だよな。幻想郷のカッパは技術力が高く、写真機や電話機なども作れるほどの技術力を持っていますよ。ちなみに旗手のガラケーはカッパ製らしいぜ。背中のカバンにはそれらに関する道具が詰まっているようですね。また、光学迷彩スーツで姿を隠すことができることから、人間以上の技術力に至っている部分も見受けられます。私もあのスーツを着て女子更衣室を覗きに行きたいですよ。まずレイムさんって女子だよね。そんなニトリは結構腹黒いところも持っています。東方地霊伝では黒谷ヤマメに向かってギッタンにしてやると言い放ち、東方神秘録ではオカルトボールを集める人たちから金を巻き上げるなど、やはり妖怪らしい言動が多々見られますね。レイムさんよりかはマシだと思うがな。ゲゲバレたか。いや認めるのかよ。それで技術者としてのニトリはどんな感じなんだ？茨河線では他のモブカッパたちと共にとある大規模な工事に参加していますが、工事の長期性大規模性がカッパのメンタリティに合わず、計画自体が頓挫したりもしました。諏訪湖曰く協調性がない連中とのことだしな。そういえば、なんでカッパが技術力を持っている設定になったんだ？東方プロジェクトにおいてカッパが技術者として描かれる理由は、カッパとは大陸から渡来した技術者のことを指すという説があるからではないかと推測されていますよ。幻想郷におけるカッパは技術に対する関心が非常に高く、ニトリも例外ではないようで、八坂かな子が山の産業革命を計画した際には喜んで参加していますね。かな子は外の世界の技術力に詳しいからカッパたちとは相性抜群だろうな。またやはりカッパなだけあって泳ぎを得意とし、水の中ではなんと魚より早く動けることができるのです。おお、魚よりも早く泳げるってすごいな。泳ぎ方は意外にもバタフライらしいですよ。いや想像できん。しかし地上では人間の身体能力と大差ないようです。でもレイム部長、泳ぎならワカサギ姫も得意なんじゃないか？確かにワカサギ姫も水中戦は非常に高い戦闘力があるようですが、地上では滅法弱いようですね。そもそも内での小槌の影響がなければ、ワカサギ姫は虫を叩くこともしないようです。めちゃくちゃいい子だ。また天狗の姫街道は盾によると、水中ではカッパにかなうものはほとんどないのよねと言っているあたり水中戦なら相当な実力があるようです。そんなニトリの能力は安くて質のいい株を作る程度の能力。それを値段以上の方の能力でしょうが。冗談はさておき、能力は水を操る程度の能力。大概何々を操る程度の能力は優秀だよな。かなり未知数な能力ですが、東方部門九呪によるとアジトの近くに行けば溺れさせることができるようで水辺の近くなら水を操ることができるようです。さらに東方憑依花でのスペルカード豪雨法廷大戦争を見ると、どこからともなく水流を起こしているのでかなり強力な能力。このスペルカードをうまく扱えば、得意の水中戦に持っていける可能性もあるので強力ですね。なるほど、それは強すぎるぜ。さらにやはりカッパの技術力を活かして攻撃にも役立てています。格ゲー作品では大きなリュックからアームが飛び出たり、はたまたドリルが出てきたりとかなり凶悪。いやドラえもんすぎるだろそれ。またスペルカード水不カッパコポロロッカというスペカがあるのですが、マリサが言うに、このスペルカードは鉄砲水になっていてかなり難しい。私好みの力技スペルカードだが水の動きは、細かく避けづらいと好評を得ています。結構辛口なスペカコメントをするマリサが褒めているのはすごいな。確かに、地上では人間と同じぐらいの戦闘能力ですが、知能も高く技術力でカバーできることからこのランキングにランクイン。あとカッパ特有の最強の技があるんですよ。それはシリコ玉を抜く能力。これが一番最強なのでは。さて、水属性最強キャラランキング第4位は村佐船長こと、村佐南光です。村佐は水難事故で命を落とした例なのですよ。未練であの世に行くことができず、次々と船に乗っている人間を道連れにしている船幽霊です。ですので、彼女の能力は水難事故を引き起こす程度の能力。なるほど、能力が対人間型に特化した恐ろしい妖怪ってことか。そう、人間を殺めるそれ以外の目的がない純粋な妖怪です。とはいえ、村佐はまだ人間に理解がある方で、その理由は妙蓮寺にあります。
ほう、妙蓮寺というと僧侶の聖白蓮がやっているお寺だよな。そう、そこでいろんな人の話を聞くことができ、彼女を変化させたと思われますね。霊夢たち主人公が会った時も、言葉遣いもかなり丁寧だったもんな。そんな危険度 S 級の村佐船長の設定によると普通の人間を襲う妖怪としては極限状態の力に達していて、力ある人間が立ち向かおうとしても叶わないと言われるほどの恐怖の力を得られる段階にはステップアップしていないようです。なるほど、そうなる前にギリギリ白蓮に暴走を止めてもらえたんだな。力は大妖怪クラスになれなかったもののそれに近づいたことから普通の妖怪よりも強力なのは間違いないでしょう。能力もかなり恐ろしいしね。村佐船長の能力は水難事故を引き起こす程度の能力なんですが、先ほども言ったように、この能力はあまりにも危険な能力からか、愚問駆除では危険度はなんと最高の極高となっていました。人を殺めるための能力だもんな。この能力は文字通り水難事故を引き起こすことができます。この能力の恐ろしいところは海だけでなく、水がある場所ならどこでも水難事故を起こすことが可能。それ最強すぎないか？なのでかなり攻撃的な能力ですので、ニトリの水を操る程度の能力よりも強力だと思われますね。もちろん地上での戦闘能力が高いのも魅力。また怒りを投げまくる剛腕を持っているのですよ。怒りを投げるわ、ドラベースでもなかったぞ。これはスペルカード転覆道連れアンカーで見ることができます。内容としては、村佐からプレイヤーを狙って村佐専用の特大アンカー弾が飛んでくるという豪快なスペルカードです。その独特の弾幕と発生時のエフェクトは非常にインパクトが強く、村佐の代表的なスペカとして認識されていますよ。ちなみに怒りの重さはだいたい10キロ近くあるようです。やっピカチュウ2体分だと？アンカー発射に伴う形でアンカーの弾道に沿って、左右に広がるように展開される弾幕が放たれます。また、アンカーが画面端に着弾した部分から水滴弾がしぶきを上げるように放たれるのですよ。村佐船長らしいスペルカードだぜ。また村佐はおそらく亡霊よりの妖怪なのでほぼ無敵。おいおいそれはどういうことだよ。亡霊は未練を断つか、死体を供養しなければならないのですよ。亡霊であるならば、死体の場所は海の底でしょう。つまり死体に直接干渉できないことから、ゆゆ子と同じ亡霊無敵補正がつきます。無敵だなんてチートすぎるだろそれ。と入っても、何かしらの対処法はありますけどね。霊夢の白狼剣や霊夢の何かしらの封印術などなど。とはいえ、火力面もすごいが防御面でもめちゃくちゃなキャラだな。防御面でも優れていますよね。私の AT フィールド全開ぐらい硬いですよ。霊夢さん今発信ウルトラマンだよ。それでは水属性最強キャラランキング第3位は霧雨マリサです。霊夢さん何言ってんだよ。マリサといえば爆破とか光系の魔法だろ。まあ聞きなさいな。マリサといえば、パチュリーやアリスと同じように魔法使いですよね。マリサのゆり物見てたら魔法使いキャラを全員把握したぜ。いやおかんのゆり物見てたの？実は所属としての魔法使いは幻想郷では妖怪として扱われているのです。しかし、パチュリーたちとは違って、実はマリサは人間の魔法使いなのですよ。なぜマリサだけが人間の魔法使いなのか気になる方はこちらを見るといいぜ。マリサは主に光と熱を持つ魔法を得意としてます。弾幕はパワーだよっていうほどだもんな。ただ、マリサの魔法は、何かを破壊するような魔法しか使えません。マリサは人間の魔法使いではあるのですが、その魔法の破壊力はトップクラスなのですよ。どんな人間や妖怪にも効果があり、弱点が少ないといった長所がありますよ。短所がないところが長所だったのか。マリサのマスパは画面いっぱいになるほどのレーザーで超火力だしな。霧雨という名前に反して派手で火力重視な弾幕を好んでいます。霊夢部長、だったらやっぱりマリサは水属性じゃないでしょ。しかし御用の属性では水らしく、事実の太にも主は水属性と断言されています。マリサは水属性だったのかよ。ノフトの能力は風水を操る程度の能力。風水ってことはノフトも水属性なのか？いえ、風水とは気の流れのことであり、特に環境によって流れる気のことを言うのですよ。動物の森である金運の風水みたいな感じだな。この能力を使って読み取ったものなのでマリサは間違いなく水属性のキャラです。つまり現在のマリサは自分とは違う属性に突っ走っている状態なのか。それにもかかわらず、あの火力と強さなのだから恐ろしいぜ。そう、ハンターでいうところのメモリの無駄遣い状態なのですが、それでも数々の異変を解決しているのですよ。これはマリサの努力の結果なんだろうな。人涙と汗の絶え間ない努力なのがわかりますね。もしこれで水属性技を使ったら、マリサ最強の技であるダブルスパークが何倍にもなることができるでしょう。ちなみに貴属性の霊夢と戦闘では相性が悪く通常生活では相性がいいとのこと。さらにマリサは他人のものを盗むのが得意ですが、マリサのスペルカードにも影響があります。他人の弾幕を見て、それを
をマリサが盗み、自分のものにするのです。いわゆるコピーといった感じだよな。例えば、マリサのスペルカードを代表するマスタースパークもインスパイアされたものだと言われています。東方旧作である東方幻想郷の5面、6面ボスとして現れた際、有価の弾幕の一つとして画面いっぱいの極太レーザーを真似たものと思われますね。作中これをマスタースパークと言われたことはないのですが、マリサのマスタースパークにそっくりであるため元祖マスタースパークとして扱われていますよ。有価の場合は分身して3方向からレーザーを放つという化け物だがね。エイヤショーでは、コイフノンディクショナルレーダーを使います。これはコウマ間で登場するパチュリーの通常弾幕からインスパイアされてきたのだと思われます。それにしてもこのことについてパチュリーはどう思っているんだろう？おそらく称賛しているのではと思われますね。ほう、それは一体どういうことなんだ？パチュリーはオリジナルを尊重しそこにさらにオリジナリティを付加して残すのが我々魔法使いの誇りですから、と言っているのでパチュリーも何かしらの影響を受けて魔法を開発しているのでしょう。なるほど、それが魔法使いの信念というやつだな。今活躍している外の世界のプロ野球選手や、サッカー選手も他人のいいところをインスパイアしてることが多いですしね。また東方プロジェクト自体がオリジナリティを尊重して付加したものですからね。話を戻して、マリサは子供ながらも体力も化け物級。ゆかりが起きてくる深夜から日が沈む夕方まで徹夜で、十数時間ぶっ通しでゆかりと戦う程度の体力はあるんですよ。どえらい長期戦だったんだな。マリサかっこよすぎるぜ。人間なので徹夜のことからクマができたようで嘆いていました。そういう少女なところもあっていいよね。花見、エクストラ、夜の帳も落ちる頃、人間の寝る時間、ファンタズム、日の入りなので、この時の起きっぱなしの合計時間は30時間強といったところ、さすがに途中でレッドブルー飲んでたでしょこれ。道ではありますが、水属性になると相当な火力が出せることまた他人の技を真似る能力、そして人間離れした体力から第3位にさせていただきました。水属性の場合は火力はどのくらい出るんだろうな。太陽系を破壊するぐらいは出ると思われます。癒せるのカメハメハと同等？さあ、水属性最強キャラランキング第2位は、東方強欲異分の主犯者であり新キャラクターの東鉄ユーマです。子羊の姿の真珠だよな。確か、畜生会の組織である強欲同盟の同盟長を務めていたんだろ？東方奇形獣で匂わせていたよな。そう、組織力が高く、空中や圧倒的な大きさで俯瞰視点で戦う動物霊の組織、慶賀組、秘訣組と並んで畜生会を牛耳る三大組織の一角。敵と争うことは極力避け、脅しても通用しない相手なら抱き込もうと試み、無理だと判断すれば表面的でも協力関係を結ぼうとし、それでもダメなら撤退を選ぶという暴力が正義の畜生会では異質の組織であり、全面戦争は本当の最後の手段としているようです。こわもてな見た目と違って戦いを好まず、かなり賢いリーダーなのか。そのため敵と同盟を結ぼうとするという性質上、空手や暴力等の手段を選ばない他の組織と比べ、実力は劣っていると言われています。しかし、東鉄の率いる強欲同盟は漁夫の利がモットーであるため、不誠実かつ卑怯な手段が大好きだと他の組織には懸念されていますが、部下からは無敵に等しい能力を持っていて、頼りになりすぎるボスと慕われています。無敵に等しい能力って一体どんなものなんだよ。そんなユーマの能力は、何でも吸収する程度の能力、物体は愚か力や欲といった実体のないものまで、有機体無機体問わずに、ありとあらゆるものを貪欲に吸収してしまうのです。まさかの無機物もいけるってヤバすぎるじゃんか。さらに飲み込んだものを理解し、自分の力に変えてしまうことができます。例えるとすれば魔人ブーみたいな感じですね。吸収して他人の力を得ることができるのか。一応基本は水属性だと思われます。最終世界のあり方を変える黒い水、精錬呪われた血液の追憶、といったスペルカードから水属性でしょう。強欲異分は水が鍵となるゲームだしな。あまりにも強いことから強欲異分では、ほとんどのキャラが彼女を完全に倒すことができていません。霊夢でも無理だったしね。まあ、そこまでレイさんはやる気がなかったところがありますがね。そんな東鉄ユーマの最強のスペルカードがお腹を空かせたグリードモンスター。可愛らしい名前とは裏腹に難易度は豪絶級。いやそれモンストの難易度。ダメージの与え方が完全なノーヒント。巨大化して画面の奥に行った東鉄には通常の攻撃が一切通用しなくなり、強烈な吸い込みで石油を画面端から中央へ集める全方位攻撃を繰り出してきます。あまりにもド迫力な攻撃なので見てみてくださいね。むずすぎてプレイ映像撮れなかったのね。ゲゲバレたか。それでは栄えある水属性最強キャラランキング第1位は八坂かな子です。かな子様はとんでも強そうだよ。真っ赤な服装が特徴的な神様。容姿が派手なのは、相手に威圧感を与えることが目的らしいです。戦隊ものとかそうだけど、赤はリーダーを表すカラーだもんな。とはいえ他の人には敬語を使ったりと律儀なお方。人間にも妖怪にも信仰を得ていて、東方強欲異分ではお腹を空かせた黒谷ヤマメのために食べ物を提供してあげたりと、妖怪に対しても優しく接します。
人間だけではなくて妖怪にも優しいなんて素晴らしい神様だな。基本的な性格は高圧的かつ独善的。しかし、その性格が頼りがいがあるともにそこそこ信頼されているようです。そんなかな子は器用か気質でいろんな技術力で幻想郷の発展を試みようとするのですが、それがあざとなり異変を大体5作品を起こしています。森谷一家やらかしたな。そのことについてさすがの解決屋であるマリサが問いかけると、お茶目にてへと返しています。これはもう可愛いから仕方がない。また秋の考察によると、昔は人間か何かだったと思われるとのこと。しかしそれが誰なのか個人なのか集団なのかは分かっていません。ほう、それは面白い情報だな。昔は風の神だったらしいですが、現在は山の神様と呼ばれています。そのためか、見てわかる通り攻撃技は風と水を使った技が主流となっていますよ。戦闘中にキャノン砲らしき御柱を装備するためにガンキャノンまたはキャノコと呼ばれたりもしますよ。誰が名付けたんだよ。そんなかな子様は風神録ミュージックルームによると、圧倒的な力で全ての妖怪と人間を味方にすると書かれています。おお、公式的に強力なキャラという位置づけなんだな。そんな圧倒的力を持つとされるかな子の能力は、剣を想像する程度の能力。この能力は幻想郷演技を書く野球も謎と言っていますね。しかし森安は子と共同して地形を変化させたり、地中に穴を開けたりしているようです。地中に穴を開けるって相当な威力だよな。剣とは、八家における点を意味する言葉です。それは具体的にはどういう能力なんだ？その辺は不明ですが、かな子に対して風神と書かれているので、そこから派生して、点を作る神になったのではと考えられますね。また奇想天則作中では諏訪湖の根を想像する能力が地形や植物を変化させる能力なので、かな子はそれに対となる天気を変化させて風などを起こす能力なのではないかと思われますよ。実際、スペルカードの天竜雨の源泉はマリサの説明によると雨が川を作るというものを見せてくれるスペカのようで、かな子自身で川を作ることができるという神らしい力がわかります。天気を作り出し、川を作ることができるってヤバすぎるぜ。また諏訪湖との戦いで鉄の輪を錆びさせたのは、この能力によるものではないかとも考えられています。鉄は水で錆びるし、ポケモンでも鋼に水は効果今一つだよな。かな子といえば弾幕で御柱を飛ばしてくるのですが、ほどの腕力か念力か気になったのではないでしょうか。これに関しては実は力で超絶な剛腕の持ち主。あんなごついの投げつけていたの？そう、グリモワール・オブ・マリサのスペカ説明で判明しました。震災エクスパンデッド御柱によると手加減しているようで、本気を出したら隙間なく御柱を投げつけられるのではと考察しています。どんだけの剛腕を持っているんだよ。タオパイパイの柱投げができてしまいそうですね。また奥に太陽神のヤタガラスの力を与えているあたり、相当位の高い神様だということがわかりますね。ああそれは確かに過ぎるぜ。自然の力を借りた水属性の火力、元々のパワー、神としての力と色々強すぎるので1位となりました。かな子様の凄さがよくわかったぜ。今回の授業でまたさらに属性について詳しくなれたよ。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんの好きな水属性キャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。